マイクラのかっこいいアニメ作りたくないですか？今回は投稿主が重宝しているマル秘テクニックを特別に公開。そういうわけでこの動画はマインイメーターでの操作が分かっている方向けの動画です。操作が分からない方、導入ができていない方はまず他の投稿者さんの動画や記事をご確認ください。それでは早速このライダーキック動画で使われているテクニックをご紹介しましょう。こちらは先ほどのアニメを様々な視点から見たものです。左上が実際の完成品、右上が別角度の映像、そして左下はあるものを可視化したものです。早速気になる点があると思うので拡大して見てみましょう。はい、こちらの動画でわかるのは実際のモデルがとんでもないことになっているということです。これは俗にウソパースと呼ばれる技法でメインカメラから見た絵を優先してモデルを変形させているのです。今回はキックの映像ということで足を大きく、それ以外の部位を小さくしています。さらに各部位の座標もいじってそのサイズ差をより誇張してます。今回はそれらに加えてカメラの視野を狭めることで画面上の足が占める割合をもっと大きくしています。各パラメータのいじり方はこんな感じ。お好みで調整してください。さて続いてはモデル構造の工夫についてです。とはいえ話が難しすぎるといけないのでまずはこちらをご覧ください。マインイメーターでのキャラクターモデルは座標基準が足元にあります。それを分かりやすくするとこんな感じ。まあこれは他の 3D アニメーションソフトや本家のマインクラフトでも大体一緒ですかね。でキャラクターを歩かせたりジャンプさせたりするときはこの親座標を移動させればいいのですが、空中アクションとなるとどうしても違和感が出てしまいます。これはなぜかというと回転運動の中心が体の重心からずれているから。人間に限らずあらゆる物体は重心を基準に運動します。でも映像では足先を中心に回転している。これではおかしいですよね。人間の重心はへそのちょっと下ぐらいにあるのですから。ではどうするのかと言いますと、へそあたりを中心に回転するようモデルを改造いたします。ただご安心ください。改造といっても特殊なツールは使いません。マインイメーター内で完結する改造です。その手順は簡単。モデルをフォルダに入れる。これだけです。もう一度言います。モデルをフォルダに入れるだけ。こうすることによってキャラクターとフォルダの間に親子関係が結べます。親子関係とは何ぞやという方はご自身の腕をご覧ください。肘を動かしても肩は動きません。ですが肩を動かすと肘の位置も前へ後ろへ動きます。この時動かない肩を親、動きの激しい肘を子と呼びます。この関係はフォルダとキャラクターモデルでも同じです。つまりフォルダ、親の座標をへその高さに、キャラクター、この座標を地に足をつけられる位置に戻せばへその位置を固定したままキャラクターを運動させることができるのです。この原理を使えばキャラを地面にきれいに転がせたり、あるいはワイヤーアクション並みの迫力のある空中戦が作れたりするのです。というわけで以上、マインイメーターでアニメーションを作るにあたって役に立つテクニック2つの紹介でした。ウソパース、そして基準位置の変更。これらはマインイメーターに限らず他の映像作品などにも使えるテクニックだと思っています。ぜひともこれらを参考にご自身の傑作を作ってみてください。そして完成した暁にはぜひ私にそれを見せてください。それでは最後に演習としてある映像をご覧ください。こちらは投稿者の作品2つの果実。その第1はクライマックスシーンとその差分映像をご覧いただき、そこに隠された工夫を実感していってください。それではお先にお別れの挨拶を。これにてこの動画はおしまい。
ですかあれは？そう焦るな。種はお前も知っているはずだ。魔法だよ。コマンドというな。コマンド？そういえば、あの時のって。ギブ、そしてフィル。そういうことか。ギブ、あれは。おい、今のはなんだ？何って。あなたが教えてくれたんじゃないですか。じゃあ、お前。はっきりと聞きましたよ。ギブ、そしてフィルの二言を。そういうことなら、一緒に行くぜ。テレポート。いる。復活してる？いや、ただしぶといだけだ。だったら、埋めちゃいましょう。行くぜ。テレポート。そして、いる。マインクラフト。それは、無限の可能性を秘めたゲーム。そのプレイヤーエラとは、どんなことから取得された禁断の世界、センターワールドに来てしまう。そこで出会ったのは、都市伝説上の存在とされている謎のエンティティ、ヘロブライン。チートコマンドをギブとフィルのみ自在に行使できる能力を得て、エラとはマインクラフトに渦巻く陰謀に立ち向かう。マインクラフトを管理する正義の秘密結社、メープルと共に。マインクラフト都市伝説系冒険活劇、2つの果実第1話、エンター、現在公開中。